作品帽子の女、ルノワール晩年の芸術的昇華と女性像の究極。置いてなお輝きを放つ筆色ピエール・オーギュスト・ルノワールが晩年に描いた帽子の女は、画家としての到達点とも言うべき深い美意識と、老境に至ってなお旺盛であった創作意欲とが見事に融合した作品である。本作は、ルノワールがリウマチにより両手を変形させ、絵筆を手に縛り付けて描かざるを得なかった最晩年期のものであるが、その筆致は驚くほど生き生きとしており、まるで若き日のエネルギーを取り戻したかのようなみずみずしさに満ちている。モデルの女性は名を残していないが、当時ルノワールのアトリエに出入りしていた若い女性たちの一人であった可能性が高い。と同時に、本作は、誰か特定の人物の肖像であることを超えて、女性という存在の美を画面のすべてに宿らせる試みであったと見るべきである。顔、衣装、帽子、背景、そのすべてが調和し、一つの美の相対として立ち現れるのだ。帽子のモチーフ、人工と自然の交差点。この絵における最大の視覚的焦点は、言うまでもなく女性のかぶっている帽子にある。大きく波打つつばのある帽子は、豊かな布地、羽、あるいは花などで飾られており、複雑な質感と色彩が幾層にも重なっている。それは19世紀末から20世紀初頭にかけての女性の装いを象徴するアイテムであり、社会的地位や流行の指標であると同時に、画家にとっては極めて魅力的な造形モチーフでもあった。ルノワールは帽子を描く際、布地の柔らかさ、光を受けて揺らめく羽の質感、花弁の濃淡といった微細な表情を的確に捉えつつも、それをリアリズムに留めることなく、あくまで感覚的な美の本流として画面に定着させている。帽子は単なる衣服の一部ではなく、モデルの内面や個性を映す鏡であり、さらにはルノワール自身の色彩と形態への欲望が集中する場でもある。光の視覚、背景と願望の関係ルノワールの作品に共通する特徴として、背景の扱いの巧みさが挙げられる。帽子の女においても、背景は緻密に書き込まれることなく、むしろ柔らかくぼかされ、色彩の微妙なグラデーションによって構成されている。この背景の曖昧さが、女性の顔や帽子、ドレスといった具体的なモチーフを際立たせるとともに、空間に豊かな広がりと柔らかな空気感をもたらしている。特に注目すべきは、顔の描写におけるルノワールの色彩的冒険である。ピンク、サーモン、オークル、乳白色などを複雑に重ねながら、肌の質感がまるで呼吸するように表現されている。帽子の影が頬に落ちる部分には、柔らかなグレーや青のトーンが混在し、写実を超えた詩的な光が生まれている。目元や口元の描写は詳細でありながらも決して硬直せず、むしろ全体の印象の中に溶け込むように処理されている。そこには、顔の造形そのもの以上に、存在の気配や情感を描こうとするルノワールの意志が感じられる。肖像画としての普遍性と匿名性。本作が肖像画でありながら、特定の人物の電気的情報に依存していない点も重要である。それは、この作品が肖像を超えた女性の理想像、いや、さらに言えば、芸術としての女性像を体現しているからである。鑑賞者は、この女性が誰であるかを知らなくても構わない。むしろ、その匿名性ゆえにこそ、見る者は自らの記憶や感情をこの画面に重ね、自由に想像を広げることができる。ルノワールにとって女性とは、常に美と生命力の象徴であった。特に晩年になると、彼の筆は次第に個人の特徴から離れ、理想化された存在としての女性を追い求めていくようになる。帽子の女もまた、その過程における頂点の一つであり、モデルの個別性を超えて、普遍的な女性性を顕現させた作品と言える。病を超える筆致、老境の画家の奇跡。この絵を語る際に忘れてはならないのは、ルノワールがこの作品を制作していた頃、すでに彼の肉体は極限状態にあったという事実である。慢性的な関節リウマチにより指は変形し、キャンバスの前に座ることさえ困難になっていた。絵筆は彼の手に包帯で巻きつけられ、助手の手を借りながら画布に向かわざるを得なかった。それにもかかわらず、この作品からは苦痛の気配は全く感じられない。むしろそこにあるのは、優しさ、明るさ、そしてぬくもりである。
この明るさは、病に打ち勝った精神の光とでも言うべきものであり、絵を描くことがルノワールにとって生きることそのものであったことを強く示している。事実、ルノワールは晩年においても、画譜の前に立つことを決して止めなかった。彼にとって絵画は自己表現の手段である以上に、美という概念と直結した性の証だったのである。帽子の女の柔らかな筆触、温かみのある色調、そしてそこから立ち上がる女性のしなやかな存在感は、すべて生きることの賛歌に他ならない。装飾性と構造性、ルノワールとセザンヌの対比。2025年三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展において、この作品が果たす役割は大きい。セザンヌが構造的な探求を通じて近代絵画の基礎を築いたのに対し、ルノワールは感性と装飾性に軸足を置き、人物表現の可能性を極限まで探求した。二人は共に近代絵画の扉を開いた存在でありながら、方法も思考も全く異なる。帽子の女は、ルノワールの芸術がいかに装飾的であったかを如実に示すものである。だが、それは表層的な意味での装飾ではない。装飾とはすなわち、色彩、形態、空間を用いて感覚的な喜びを生み出すことであり、それ自体が意味であり構造なのだ。このように、装飾と構造が分かちがたく結びついている点こそ、ルノワールの芸術の独自性であり、セザンヌとは異なる形でモダンを切り開いたゆえんである。帽子の女に見る永遠性、完成の遺産。最後に強調しておきたいのは、帽子の女に書かれているものが、単なる過去の一瞬ではなく、永遠の美の形であるという点である。絵の中の女性は、特定の時代や場所に縛られてはいない。彼女の装い、表情、存在感は、あらゆる時代の鑑賞者の心に語りかける普遍性を備えている。ルノワールはこの作品を通じて、美とは何か、女性を描くとはどういうことか、という問いに対する自らの答えを示している。それは写実でも象徴でもなく、感性によって見出され、感性によって構築される美である。そしてその美は、病や老い、あるいは時代の変化すらも超えて、なお人々の心を捉え続ける。